空が青いなはい、おはようございます。今日は4月14日火曜日でございます。はい、ということでね、昨日はですね、ちょっと一日朝から夕方まで、晩まで勝浦の方でねエアコン工事、をやってまいりました。はい、中古だったんで、ちょっとね初めての、エアコン工事なんですが、非常に勉強になりましてね、はい、また経験値1増えたような感じがします。はい、これでねなんとかね自分でねいろいろエアコン工事も今はちょっとねエアコン工事2月だったんですよ。はい、だいぶ前に、自分でやってみたんですけど、うまくいかなかったっていうね経験がありまして、ただね今回はね、非常にうまくいきましたし、やっぱね、いつもうまくいかないから、今度もうまくいかないだろうっていうもんでもないみたいですね。はい、何回かやってるうちに状況が変わったり、時代が変わったりすると、うまくいくと、いうことなので、チャレンジしていれば経験値も上がるかなと思います。はい、ということで今日はねそうですね、いつも怒っちゃう人のプロファイルしてみたいと思います。はい、プンプンね、何回かね昔の動画でも言ったと思うんですけども、これもですね一種のバーダーマインホフ現象なんですが、誰が悪い、こいつがムカつくみたいな、感じばかりではないんですよ。そういう人はですね、いわゆる不安、恐怖、嫉妬、罵り、怒り、こういうネガティブな感情をね一旦持ってしまうと、やっぱ人間はねそこでループします。はい、そしてループすると、バーダーマインホフ現象でその意識が、拡散します。そうするとその意識に近いものが情報が得られます。そうするとまた怒ります。はい、そういうね、状況になりますんで、実はですねその扁桃体っていうこの脳のですね一番原始的な部分、はい、ここの扁桃体がそういう風になるような仕組みになってるんですよ。はい、ただ人間っていうか、動物はですねここの前にですねその扁桃体を覆うように前頭前野っていう脳があるんですけれども、そこで論理的思考、こいつムカつくけどなんでなんだろうなって、考えるんですね。今日はちょっと奥さんと喧嘩してきたからなんだなとか、最近調子悪いからなのかなとか、なんか嫌なことがあったのかなとか、いろいろ考えながら結果その当たりに対して元気出せよみたいな感じで対応するのか、うるせえよこの野郎みたいな感じで反発するのか、はい、それをね、前頭前野で考えていろいろやるわけでございますが、直ですぐね怒ってしまう人、っていうのは、反射的にねポンポンって反応してしまうわけですね。はい、ですので、それはねちょっとね、一種の病気みたいなもんなんですね。はい、ですのでやはりそういう風な脳のループになってしまうと、ありとあらゆるものを見て、怒りっていう感情が出てきちゃうんですよ。はい、でそうすると怒りっていうのは臨戦態勢なんですね。不安とか恐怖とか、そういう感情から、怒りっていうのを、表して表現してるんですけども、そうするとね、交感神経が高ぶって常にこう戦闘モード状態なわけですよ。そうすると、当然ね、興奮状態になりますんで、それがずっと続くと、何年も続くとやはり体に支障をきたしてしまいます。はい、特に脳の血管、脳関係のと心臓関係ですね。はい、で、プチッある時ねプチッといって、お亡くなりになると、そういう方もね結構いらっしゃいますんで、私昔サラリーマン時代ですね、逆のパターンでやっぱりストレスでいじめられて最後脳梗塞かな脳一血かなんかでぽっくり死んじゃった先輩も、結構見てきました。はい、ですのでねお互い、怒る側も怒られる側も
いわゆる体に支障がきたします。はい、ですのでね、これは一種の病気ですね。はい、ですので、もしねそれで悩んでる方いらっしゃいましたらね、フッツラボに来てください。はい、私がね治してみせます。はい、ですので、あまりいい状態ではないんですよ。人間はね時には怒ったり時には笑ったり、ほとんど笑った方がいいんですけども、あまりネガティブな感情を出しすぎるとですね、はい、どんどん負のループに入っていきまして、バーダーマインホフ現象と、引き寄せの法則によって、周りも迷惑しますし、自分も体が痛めてしまうと。でさらに言うと、周りっていうのはどういうことかっていうと、このフッツ全体、この地域全体に広がりますんで、嫌な影響を、さらに与えてしまいます。そうするとさらにですね、このフッツという場所が世界に対して、世界中の誰もがこういうやつがいる街なんだって思わせてしまいます。ですからね、あまり良くないので、はい、ぜひ相談しに来てください。はい、ということで本日もよろしくお願いします。ゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、30度超えてきてますよ。30度かな、今もっとだよな。33度、はい、超えてきてまいります。ということで暑いですけどね、でピーカンでございます。はい、全く雲何一つありません。ですがこのままね、内弁慶行ってドッグジャンププール続きやっていきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、午後から、内弁慶やってまいりました。暑い、太陽が真上でございます。はい、でもですね、そんなの関係ございません。はい、暑かろうとね寒がろうとね、俺はやります。やるっつったらやるんです。はい、ということで昨日はちょっとね、暑い中エアコン2台つけてきましたけど、今日は、引き続きこちらドッグジャンププール内弁慶でドッグジャンププールを作るということでね、はい、やっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。人月ね、よいしょ。またね、材料あげなきゃいけないんでね、運搬車で、上がっていきます。下がっていきます。はい、ということでね、運搬車で、下の軽トラまでね、下がっていきます。はい、それで材料積んでね、また上がってこようと思って、いますが、画面上だとあんまりわからないかもしれませんが、これね、この先結構急斜面なんでございます。はい、かなりね、下がっております。そして荷物積んでね上がってまいりました。はい、こんな感じで毎日ね、毎日荷物を上げております。はい、じゃあね、新しいスライド丸の子着ていきたいと思います。これどうやってあげるんだろう。
ってねえかな。ということでね、荷物全部あげまして、そしてねスライド丸の子、今日はね、以前のと違うタイプのやつを、山に持ってまいりました。はい、やはりね、スライド丸の子側の不具合ということで、ただですね、フットラボを持ってくると動くんですよ。でここ持ってくると動かないと、いやいや病でございますね。はい、そして柱を切りまして、立てていくんですが、ですね、以前このプールがですねトップで、ひっくり返らせていただきましてね、全部この、横の方に手前の方にですねぶっ飛んじゃったんですね。でそれと同時に、盛り方やり方していた、レベル出しがですね全部破壊されてしまいましたんで、今日はねそれをね今一旦、修理いたしまして、でそれからね、手前側のねウッドデッキの柱を切ってつないでいっております。ということでね、今日は、あまり進みませんでした。すいませんでした。またね明日やりたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日はあんまり進みませんでしたけども、はい、この前ねトップで飛ばされちゃって、水盛りやり方、全部修正してやり直したらあっという間に時間経ってしまいました。はい、ということでね、また明日続きやりたいと思います。意外とね、涼しいでございます今日はね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人気言葉なんていらない時間がある。ただ見ているだけでいい。